すごいシミだな。これ何用なんだろうな。ベッド、ああでもわかんないけど。おーなるほど。男みたいな低い声でうなり声みたいな。おおお、そう。待って、今人いたかも。人いた。今この部屋。そう。上だね。いや、ちょっと見えたね。人がマジ完全に敵にいるよ感じはちょっと違いましたよね。とうとうこの家の恐怖の片鱗が姿を見せ始めた。とある時期を境にお父さんの様子が徐々におかしくなっていってしまったっていうことを言うんですね。あの部屋で、女性の影がというか物があったりして、何やらそれを境に徐々にこうおかしくなっていってしまって、親父大丈夫かっていうふうに思っていたら、とある時期からお父さんとちょっと待って、了解。はい、何今さ、今びっくりした。何なんか今奥にさ、黒いの見えたの。ちょっと待って、何が見えた？どこ奥の部屋、ちょっと待って、奥の部屋。本当やめて。ダメ、それやめて。どうも、大間が時フィルムのヒロト。どうもです。どうも。どうも。今回なんですけれども、またですね、とある一軒家の依頼が舞い込んでまいりました。いつもと大きく違うのが、物探しです。物探し。そう。そこはですね、事故物件というわけではないんですけれども、現在空き家でして、本当物がね、こう乱雑にある状態なんらしいんだけど、その中でとあるものを探してほしいっていう依頼なんだよね。だからもう本当に、入って、物を見つけて、これですね、つって、じゃあ、お疲れしたって言って終わる可能性も非常に高いと。スムーズにいけばね。はい。いうわけですね。ただ、一個問題があります。もちろん僕たちに、そんな依頼をね、何もないのにするわけが、ないということですね。何があるかというと、幽霊が出るんです。別に誰も驚きもしない。じゃないと依頼しないよね。そうよね。その家っていうのが、どんな家なのか。ご説明をするんですけれども、これもね、DM で視聴者さんからいただいたご依頼です。依頼者さんのですね、お父様がもともと一人でずっと住んでいたらしいんですね。もっと前はお父様のお母さん、要は依頼者の方のおばあちゃんだよね。お父さんとお母さんで二人で住んでたらしいんですね。で、お母さんが亡くなって、で、その後お父さん一人で住んでいたらしいんですけれども、その家にお父様の幽霊が現れるっていうんですよ。でね、家の状態は写真もちょっと見せてもらったんだけど、なんかすごい中途半端に片付けられてるわけ、でその理由としてはもうやっぱりね、ありがちではあるんだけど恐ろしいっていう、いかにお父様だと言っても、やっぱりちょっと恐ろしいらしくて、もう入れないということなんですね。その家の中にね、お父さんの形見があるらしいんですよ。でお父さんが生前すごく大事にしていたものなんだけど、それをね探しても見つからなかったということで、それをなんかこうちゃんと回収して供養をすればお父さんも成仏できるんじゃないかってことを言ってるんだけど、それがね、切手のコレクションらしいんだよね。ちっちゃい手帳サイズらしくて、でどうやらその お父様はですね、切手収集の趣味があったらしくて、古物商が見るとかなり高価なものらしいんですよ。切手の分かんないけどね、それを回収してほしいっていう依頼なんだよね。でその依頼者さん曰くですね、その家に一人でいると、人の歩き回るね音だとかが聞こえるですとか気配を感じるということなんですね。なのでね、僕らが、実際そこに行ってその切手の、ファイルを回収しようというわけですね。で、今回ねちょっとね夕方前ぐらい、まだ明るい時間に行って、当然ね、物探しなので明るい方が、探しやすいということですね。では早速参りましょう。やっぱライトないとダメだね。暗いやっぱり。暗い。まだ明るい時間帯だけどね。雨戸が閉まってるのか。そういうこと。やっぱライトをちょっとつけようか。一応土足 OK の許可をもらってるんで。なんかやっぱ
リフォームされてるよね。そうだね。なんかこう、新しいもんね、この辺の。めっちゃ綺麗じゃない？綺麗。すごい綺麗。扉とかも綺麗。まあ全然その、この見た目の不気味。見て。これあれじゃん、屋根裏だね。あ、本当だ。怪しいね。ここじゃない？結構この中にありそうだよね。ありそうだね。まあ見た感じだって片付けられてて、まあ、途中でね、まあ恐ろしくてめちゃったってことだけど、ここ見てないんじゃないかな。確かに。あそこまで行かないの。ちょっと一旦、まあ、本当明るいうちにね、ざっと見て、もう発見して帰りましょう。そうだね。ここは仏間だね。なんかこの暗さ逆に不気味。そうだね。ちょっと不気味だね。うわ、まあ当然。まあ当然ね、電気は通ってない。やっぱりでも、あらかた、うわー、暗いな。片付けてあるから、やっぱ、まあ探したは探したんだよね。まあ、そんなに大きいものじゃないっていうことだから、結構、これ布団か。大変かもな。まあね、こういうとこに紛れられてたらわかんない。昼間の方が当然明るくて探しやすいかと思ったけど、こんだけ暗いとあんまり関係ないかもね。あ、意外と広いんだな。こっちが玄関だね。あ、じゃあお勝手というか。そうそう、買ってから入ってる。この状況を見ると結構探すの大変かもなっていうのはあるね。だってこんだけもう全部片付けてあって、で見つけれてないっていうことだから、推理する必要があるというか、こう情報というか、特にはなし、見つからないだけみたいな。一応大事なもの、形見というか、生前大事にしてたものだから、ポンと置いてあることはないような気がするの。確かに。何かどっかにしまってある。だからこういう引き出し系はちょっと一回全部開けてみる必要があるかなっていう。はい。こういうところ。あ、でもね、やっぱりもう全部あ、本当だ。開いてるね。そう、さっきも見たけど、大体物は出されてるよね。ああ、そうね。まあ改めてでももう一回見てみようか。ちょっとこの外めっちゃまだ明るいんだけど、なんというか中と外のコントラスト。これは不気味。確かに昼間でも、まあ、この状態だとちょっと気味が悪い。一個ずつちょっと見てみようか。ああ、なんかでもここありそうなああ、確か感じ。なんか寝室というか、なんか自分の部屋として使ってた感もあるね。すごいシミだな。まあただ、一個言えるのはさ、こういう押し入れの中に入ってたらもうちょっと無理。無理だね。無理。ああいうところも怪しい。あ全部。なんだろう、これ向こうのドア開かない？に。どうなってんだ。なんか部屋がある。あ、こっちに行けるだけか。よかった。あ、そうね。わここも怪しいな。寝室。なんかちょっとゾワッとしたわ今。なんだろう。いやでも確かに入った時からなんかちょっと分かる。なんか空気が違うよね。確かに。まあだからここが個人的な部屋で、こっちが寝室。なんかここがキッチンか。おう。あ、違うな。あ、そうだ。まあここは怪しいけど引き出しがそんなないか。ここはほぼ物がない。なんか全部片付けられちゃってる。キッチンすげえ綺麗。で、一周か。怪しいね。でも黒か。やっぱり新しいよね、比較的。そうだね。まあかなりバリアフリーになってて、まあいわゆるその介護できるような作りにはなってるよね。まあただ幽霊が出ると。こっち側から。あ、違う違う。
まあここに開けてポンとあってくれたらもうそれで終了だもんね、これでもなんか雪崩が起きるか怖いなちょっと。大丈うわちょっと怖いな。夫。大丈夫かな。あ、そういうことか。そっち側からそうそうそう。おおすごっ。どうなってる？なんかちゃんと思ったよりも広いぞ。あ、こういう感じで開くんだ。うん。すごいすごい。すごいね。初めて見た。これ手離して大丈夫？ともさんちょっとともさん。おおびっくりした。こういうことね。見てくるわ。いやめちゃくちゃここありそうだけど。すごい。おおなるほど。物置だねやっぱり。びっくりした。でかい人形、フランス人形みたいな。隠したよね。隠し扉みたいな。あ、こっちはもうあれか。もう完全に。ああ、こっちは関係なさそうだね。逆に行ったらやばそう。うん。なんかさ、いや、そうだよね。気のせいじゃないよね。ヒロ君も聞こえた？聞こえた。聞こえたよ。いや、聞こえた。完全に聞こえた。とうとうこの家の恐怖の片鱗が姿を見せ始めた。全然明るいから、うん安心してたんだけど。そうだね、いやまあでもあんまり関係ないねこの暗さだと。こういう場所に来ると感じるさ圧倒的な誰かいる感、急に強まってきたねなんか。下にもさ、結構いろんなものが落ちてるんだよね。お金がすごい。荷物さ、ちっちゃいやつだね。これ何用なんだろうね。ベッド？でも。わかんないけど。じゃあこの辺はもう物理か。そうだね。ろうそくとかだよね。そうだね。線香とか。まあでもこう怪しいっちゃ怪しいけど、こういう中とかありそうだけどな。おい。うわ、ちょっと待って、声聞こえた。声聞こえた。聞こえなかった？あれヒロ君なんか聞こえた？声とか。いや、今さ、なんか、後ろから喋りかけられた。そう。T さんがさ、何後ろから声かけられたっつって。嘘。ヒロ君聞こえなかったよね。聞こえてない全然。一切聞こえなくて。どんなそんな。男みたいな。低い声で。いや、これなんていや、聞き取れなかったけどね。なんか、うなり声みたいな。怖いやんそんなに。ちょっと待って。聞こえなかった？いや、全然聞こえない。そう。どの辺？この通路の後ろの方。玄関玄関の方。のとこってこと？ここ歩いてるとき。幽霊が出るっていうのは、まあ聞いてるんで。でも確かに、さっき上でさ、ヒロ君も聞こえたって言ってた。そうか。多分この辺だよね。まあ引き続きちょっと、また何かあったら教えてください。聞こえなかった？いや、聞こえなかった。全然聞こえなかった。この辺のところだよね。いや、まあ、外から声
声も聞こえないことはないかもしれんけど、でも、車の音とかも聞こえないから、ね。そうそう、こっち側は全然聞こえない。だから、一気に怖くなってきた。びっくりした。ヒロ君の声じゃない。個人的な趣味で何か置いてるものはなさそうなんだよね、今見たところ。ちょっと戻るか。とある時期を境にお父さんの様子が徐々におかしくなっていってしまったっていうことを言うんですね。おかしくなっていったっていうのは、いわゆるその精神的にうつ病のような状態になっていってしまったというんです。それがですね、依頼者さん曰く、なんかそのお父さんが、一人でねずっと暮らしてたわけじゃないですか。その中で女性と何かこう恋愛関係になってるんじゃないかっていう、なんというか、息子さんだからさ分かるわけじゃん、たまにこうそのね、いわゆる実家ですよ、行ったらなんか女性の影があるというか、ものがあったりして、あれ誰か女の人ができたのかっていうね。別に息子の立場としてはそれとやかく言うこともないじゃないですか、自由にしたらいいじゃんっていうふうに思っていたらしいんだけど、何やらそれを境に徐々にこうおかしくなっていってしまって、親父大丈夫かっていうふうに思っていたら、とある時期からお父さんと一切連絡が取れなくなってしまったらしい。で心配に思って当然実家に行くじゃないですか、もぬけの殻なんですよ。この家、そこから空き家です。そっからなの？もう完全にもう蒸発というか、行方不明になっちゃってる。一切何の連絡も取れてないらしくて、依頼者さん曰く、その女の人とどこかに行ってしまったんじゃないかいうことなんですね。で当然依頼者さん行方不明ということで捜索願いだとかっていうのはもう出しているわけですね。ただそこからもう10年以上経ってます。あらかた見てもらって、そうだね、もうほぼ全部見た。部屋は多分全部見た。やばい、ちょっと暗くなってきちゃったな。おお、そう。待って、今人いたかも。人いた？今この部屋。上だね。聞こえてる。上から聞こえた。いや、ちょっと待って、ここにいたんだけど。人が？うん。ここに立ってた。多分。マジ？やばい、ちょっと暗くなってきちゃったな。おお、ちょっと待って。ちょっとこれ見て。ここ？そう。もう本当人ってわかる？人。ちょっと一回さ、ちょっとそれ見たいからさ、そう、マジでちょっと暗くなってきちゃってるし、一旦ちょっと休憩しようか。そうする？マジか。上落としたよな。ね。さっきからしてるんだよ。今休憩して、ちょっとご飯食べてね、戻ってきたわけですけども、すっかりもう真っ暗です。ね、もう真っ暗になりました。ね、さっき、話してたことなんだけどさ、結局だから映像を見てもらった通り、やっぱり人影は映っていた。映ってたね。他のシーンとか見返してもさ、それらしき見間違えるようなものっていうのはなかったように見えたし、ちょっととあるね仮説が1個あって、
例えばあの人影って誰なんだろうって考えた時に、まさにね今回ね僕たちが今探している切手のコレクション、これの持ち主なんじゃないかと思うんだよね、僕たちの前に現れたっていうふうに考えると、あそこ現れた場所、寝室だよね、あそこを重点的にちょっと探してみようかなというふうに思います。じゃあちょっとまた戻ってきたけど、もうすっかり夜、そうだね。もう真っ暗。明るいうちにねサクッと見つかったらと思ったけど、そう甘くはなかった。そうだ。やっぱさっきも映像見たけどさ、やっぱりちょっと僕の見間違いではなかったっていう。確かに。でさっきも話したけど、人影が立ってた部屋をちょっと見てみたい。やばい、もうちょっと真っ暗だ。本当そうだね。あの部屋だよね。ちょうどこういう感じか。あの部屋だよね。寝室か。そうだね。行ってみようか。夜怖い。やっぱ雰囲気は全然違う。全然違う。ね。あれなんか位置変わってないよね、物の位置。そう。そんなわけないか。変わってる？いや、そんなわけないんだけど。ちょっと探すか。でもヒロ君もさ、ここ見たでしょ？見た。俺らも見たんだけど。見たよ。なかったよ。ちょっと改めてもう一回。そうだね。手がかりがないから。トムさんこの中見たっけ？なんか箱があるんだよね、奥に。段ボールとかさ。入れられてんのかな。でも段ボールに入れてあるやつは、そのもう全部こうやって開けてあるからさ。なんか変なの。これじゃん。あれ？本当や。それじゃない？どこにあった？中なんですよ。中？この下に。それじゃない？なんか変だよね、これ。これじゃない？これだよ。よく見つけたね。いや、たまたま本当に。これ1個だけなんだよね。多分。何個かあるけど、箱。1個だけって言ってたから、これだね。なんかの拍子にベッドの下に潜り込んだのかな。よく見つけたね。たまたまです。これだよ。これが形見。でもなんかさ、その人影みたいなのってことだよね。ね、そういうことでしょ？教えてたみたいな。そういうのがあるってことでしょ？ちょっと待っていいか。なんかコンコン叩く音してる。聞こえるね。聞こえる。なんか聞こえるね。そっち？だと思う。びっくりした。何？どこ？上？いや、なんか閉まるようなもんなかったよね。ない。こっちだ。玄関って開いてたっけ？いや、開いてない。閉めてる。
ここって閉めた誰か。いや、閉めてない。閉めてない。ここから。これじゃない？これか。閉めてないよね。いや、閉めてないわ。いや、置いてたよね。置いてた。そしたら開けるよ。これが閉まった？いや、別に。変わってない？閉めてない。閉めてない。こっからだよね。びっくりした。待って。また聞こえるよね。あれ、あっち行った時聞こえてた。うん。何の音これ？どっから聞こえてんの？いや、玄関じゃないよね。いや、違うよ。これは閉まってた？これどうだった？どうだったっけ？しかも室内だからさ、そんな自然にありえないありえない。ありえないよね。うん。てかむしろこういう開き戸だったらまだ100歩譲って、ああ、きしみとかで。まあというかこの感性でこう閉じるってのはあるだろうけどさ、あーうん。人だからね。うん。トイレ。あ、でもまだ開いてるな。換気で？あ、そういうこと？いや、でも、いや、ちょっと違う気がするよね。もっとパシンって感じ。そうだね。だったよね。もうほんとこういう引き戸みたいな、そうそうそう。こういう音だね。やっぱさっきの音だな。いやー、ちょっと、心臓止まるわ。切手のやつがまあ見つかった、は見つかったんで、一旦ちょっと車戻ろう。奇跡的に見つかりましたということでね。まあ T さんの奇跡的なファインプレーが出たね。結構諦めかけてたけどね。そうだね。うんいや、見たような気もするんだけどね。あ、そうなんだ。いや。なんか位置変わってないよね。物の位置。まあこれでね、なんていうか、切手のバインダー、もちろん依頼者さんにね、お渡しするわけだけど、まあ正直、今からが本番という感じです。せっかく幽霊が出る家を借りさせていただいてるし、実際僕はさっき映像を見たように、人影が映ってんのよ。で、さっきもやっぱ夜全然違ったし、雰囲気が。なんか感じたでしょ？確かに確かに。全然違った。本当に空気がさらに重くなってる。問題はこっからで、風なんて吹いてたかっていうことだよね。最後の感じ。室内やしね。そうだね。正直、コレクションを探し出したわけじゃないですか。まあ、埃に溜まる場所からね。感謝こそされど、バーンっていうのはさ、ありがとねっていう感情でした。いや、違いますよ。完全に敵意があるようなね、感情ありました。ちょっと違いましたよね。全然違う。なんか聞こえるね。
ちょっとそのね、真意も探る、ためとまでは言わないですけれども、まあこれでじゃあおしまいっていうわけにはいかないのかなっていうふうに思うよね。幽霊が出るって言われてる家で、実際僕は人影も見てるし、バーンっていう音。だからちょっと、まあもったいない。まあ、いわばここまでで半分はまあ完了かなっていう感じなんですよ。だから今からはもう本当に、今から本番、僕らの調査をしてもいいのかなって思うんで、そうそうそう。一人で検証したいと思います。まあでも、あれだよね。やっぱ、ヒロ君がさ、人影見たってことは、ヒロ君じゃない？でもさ、T さんも、なんか声を聞いたよね。まあ、確かに聞いてたね。聞いてた。ともさんなんか、あったっけ？一応、ないよね。だからちょっとなんか、かわいそうっていうか。確かに。ね。聞いたよ、声。本当？聞いた。上いる時にね。聞いてる。まあじゃあ、ちょっと T さんに、どっちにやってもらうか決めてもらおうか。びっくりしたよ。T さんに行くのかと思ったよ、ほんとね。ヒロ君でしょ。僕？ OK、じゃあ行ってきます。早いよね。ちょっと理由を聞かせてよ。確かに。やっぱ、おかしいじゃん。早かった、今。やっぱ姿見たっていうのはね、まあね一番でかいよね。でかいかも。でかい、それは。じゃあさ、まあ僕が検証して、で、何も分からなかったらじゃあ次ともさん。何も分からなかったら T さんっていうことで、ちょっと順番ローテーションでやっていきましょうか。はい。了解。何なんだろうね、この不気味な感じ。入り組んでるんですよ。入り組んでるから、結構死角も多くて、ほんとすぐその角から何か出てくるんじゃないか感というか。本当にそれ。もう、しかも今真っ暗になっちゃってそうそうそう。やばいよ。結構そのこじんまりとした部屋がいくつもあるから、じゃちょっと一旦行ってきます。まあ、途中ね、一回電話したりもすると思うので、わかりました。ちょっとその時にちょっと出てもらえると助かります。はい。何にせよ、バーンっていうのやめてほしいですね。そうね。マジでびっくりするんで、心臓止まりそうになるんで。本当に。脅かす系は反則だよね、本当ね。じゃあちょっと行ってきます。はい。はい。ではね、今から一人で、もう一度検証を始めます。お邪魔します。一人だとやっぱ気配すごいな。さっき物音すごかったのここなんだよね。何？ちょっと待って。なんで揺れてんの？めっちゃ案が揺れてんだけど。とりあえずちょっとさっき下ろしちゃったんだけどもう一回この屋根裏の脚立を下ろします。さっき上げちゃったんですけどもう一度この屋根裏下ろします。あとまあこの部屋だよな一番やばい。ちょっと待って、めっちゃ音すごいな。なんかね、ちょっと待って。音が断続的に聞こえるのと、なんか、人影というか、もやみたいなものがね、ここなんかシュッ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 って、行ったり来たりしてるのが見えるんだけど、何これ。さっきここでもね、この襖と襖の間、黒い人影がね、行ったり来たりしてるのが見えてんだよね。ちょっと後でそこの定点仕掛けよう。これだね。これダメだったのかな。持ってっちゃダメだったのかな。とりあえずちょっと下ろすか。怖えな。わかんねえな、見えてるのかどうか。まあでもちょっとこういうの使ってる時に何が起きるのかちょっと勘弁してほしい。こう降りてくるんだよね。
ちょっと上で待機してみようか。ここに定点カメラを設置しつつ、今日ライト少ないんだよな。あ、また見えた。ちょっと待って。もう人影がめっちゃ見えるな。やっぱここが一番怪しい。何これ？なんでこんな。めちゃくちゃ汚いんだけど。はいか。これ上行ってさ、この階段が上がっちゃうってことはないよね、勝手に。うわ、怖え。やべ、やばい。おかしい、なんか外れそう、この階段の板が。めちゃくちゃ怪我する、これ。危ねえな、ちょっと。よいしょ。うわ、この画角、あれ思い出しますね。三角形の部屋のあった家で、僕足を見たんだけど、本当にこんな感じだもんね。で、ここに足が見えたんだよ。で、この謎階段ね。うわ、びっくりした。何が？で、この謎階段ね。ここ覗かれてる感じもすごいね。ちょっと一回電話します。トモさんに電話します。もしもし。今屋根裏部屋にいて、屋根裏部屋で暗闇で検証をしてたんだけど、で、さっきも下で調査してた時も、ハンガーが勝手にめっちゃ揺れてたりとか、黒い影みたいなのがね、視覚が多いんだけど、部屋と部屋の間を黒い影が行ったり来たりっていうのがね、なんか見える気がするんですよね。そう。いや、やっぱやばい場所もかもしれんな。そうだね。なんかね、仏間の方もね、なんか、ちょっと気になるんですよ。人影が見えたのがそっちだから、テレビ電話してみてもいいですか？ちょっと、してみようか。ちょっと一回下降りたらテレビ電話しまわかった。す。はい。ちょっと降りるか。いや、怖えな。そこ狭い通路で、死角も多いし逃げ場もないんだよね。これ降りれるかな？ちょっとこれだけ置いとくか。なんか怒りの感情を感じるな。これがダメだったのかな。ちょっとここで待ってみようか。ここでさっき3人でいたらすごい音聞こえたもんね、向こうから。何この音。こっちから。ちょっとここ定点仕掛けてみるか。ちょっとやっぱこのさっきからね、この襖の間、ここをね、ここを行ったり来たりの影がね見えるんですよ。
ここもちょっと気になるんで、これちょっと、定点これ仕掛けます。ほらまた揺れてる。揺れてる。揺れてるよね。見えるでしょ。見える。待って、なんか。線香の匂いすごいよ。急に。マジ？嘘。ちょっと待って、ヒロ君。はい。何今さ、うわ、びっくりした。何なんか今奥にさ、黒いの見えたけど。ちょっと待って。何が見えた？どこ？奥の部屋。奥の部屋？逆。どこに見えた？そっち側。そっち。そっち側ってどこ？いる。ちょっと待って。なんか黒いのあるよ。ここ？いないって。ちょっと待って。ほんとやめて。ダメ。それやめて。ちょっと待って、めっちゃ、鳥肌やばいって。仏壇の方。あれ？仏壇の方？いないって。ちょっと待って。戻っていい？ちょっと待って。いた、そこに。でも今いなくなってんの。いないっしょ。いや、マジ見えたから。どの辺に？仏壇、この部屋にいたの？そう。もうその辺におった。この辺に？違うっしょ。だって見えてないよ、僕全然。いや、めちゃめちゃいた。黒い影がおったよ。いや。見えてなかった？見えてないって。でも線香の匂いはすごい。そう、なんかノイズとかじゃなくて、この電話だからさ。ちょっと戻っていい？一回ちょっと。いやマジで。それ見ればさ、わかるんじゃないの？じゃあ、いたかどうかだって。ね。いや、いた今。わかんないんだけど。何がどこに？一回戻っていい？ちょっと怖えわ。ほんと戻った方。ちょっと待って、ハンガーまためっちゃ動いてるわ。これ見えるでしょ？いや、見える。今は？よく戻ってきた方がいいと思う。本当に。今は？いや、今見えない。今いない。ちょっと待って、今電話切れたんだけど。怖えよ、こっから戻るの。ハンガーも揺れてるし。ちょっと一回戻ります。何が見えてんの？ずっと何にも見えてないんだよね。やべ、ちょっと待って、背筋やば。ちょっと本当にこれ冗談だったらちょっと本当許さんけど。
ちょっと戻っていい？一回ちょっとマジでそれ見ればさわかる。とある時期を境にお父さんの様子が徐々におかしくなっていってしまったっていうことを言うんですね、女性の影があるというか物があったりして、あれ誰か女の人ができたのかっていうね、何やらそれを境に徐々にこうおかしくなっていってしまって、親父大丈夫かっていうふうに思っていたら、とある時期からお父さんと一切連絡が取れなくなってしまったらしい。依頼者さん曰く、その女の人とどこかに行ってしまったんじゃないか。